皆さんこんにちは、ガジェログです。今回ご紹介しますのはMaimo Watch R をご紹介いたします。ここに丸い形状のベゼルが見えています。一体どんなウォッチになっているのでしょうか。そもそもなんですけども、このMaimoというのは皆さんご存知かもしれませんが、セブンティメイが設立したブランドになっています。セブンティメイサファイアウォッチとかね、名称で聞かれたことがあるかもしれませんけども、なかなかセンスのいいスマートウォッチを作っているメーカーになっています。今回こちらのMaimo Watch R はアリエクスプレス内のストアであります香港ゴールドウェイというストアの方から提供していただきました。では一体どんなスペックになっているのでしょうか。早速開封レビューの方を行ってみたいと思います。では本日も行ってみましょう。ということで非常にかっこいいね箱が来ています。この裏面を見てみますと大きな特徴が出ています。まず画面サイズが 1.3 インチのカラフルディスプレイと出ていますね。そして心拍数計測は24時間対応になっています。また100種類以上のですねスタイリッシュなウォッチフェイス文字盤に対応しています。加えて防水機能は GoATM になっています。そしてワークアウトですねエクササイズに関しましては110種類以上になっていますね。そして10プラスと書いてありますけど10日以上のバッテリー持続も実現しているということになっています。ということで実際これから開けてみて私も初めて見ますのでね、どんな感じになっているのか開封の方を行っていきたいと思います。オープン。この丸い形状のウォッチいいですね。すごい新鮮です。いいです。これ嬉しいですね。同梱品の方を見ていきたいと思います。ユーザーマニュアルが入っています。そして充電ケーブルも入っています。こうなってるんですね。 USB-A の充電ケーブルでマグネットチャージになっています。このような感じで吸着できますね。しっかりくっつきますね。でも逆方向では反発しています。加えてこちらのユーザーマニュアルも入っていますけども、日本語に対応しているでしょうか。日本語と書いてありますね。製品概要ということでこのマニュアルが書いてあります。ちなみに仕様がここで出ていました。Bluetooth は 5.0 に対応しています。そしてバッテリー容量は 280mAh ということで結構大きめのバッテリー容量になっていますね。ではね、本体の方を見ていきたいと思いますけども、ここの保護シールは剥がしていませんけどもかなり大きい感じがします。そして横から見てみますと高級感がねややあるなという感じがします。そしてディスプレイはねまさにフラットという感じになっています。背面に関しましては湾曲している感じがしますけども、これはやっぱり腕の部分にフィットする仕様になっているので、こういうふうにね真っ平らではないということになりますね。そしてねこのストラップなんですけども、素材のこの触った感じは非常に滑らかでしっとりとした感じになっています。柔らかい形状になってますね。柔らかいですね。続けてこの背面の方を見てみたいと思いますけども、まず真ん中の部分は心拍センサーですね。そして SpO2 等を計測するものになります。またこの上の部分になりますが、これは接点センサーということになっていました。腕につけている状態を確認するセンサーになっています。で加えてこのストラップの部分の外す部分ですね、スプリングピンということになっていますけども、手動でね外すことができるようになっています。ちょっとやってみますね。はい、いけましたね。私でも外すことができました。こうやってですね市販のバンドを使用できるようになっているのもいいですね。そしてサイドに関しましてはこのボタン一つついています。これを長押しすることによって電源投入ができるようになっているようです。ではディスプレイのシールを剥がしていきたいと思います。全面ディスプレイではなかったですね。若干のベゼル幅がありまして、ちょっと奥まったところにディスプレイが装着されています。では電源の方をね入れていきたいと思います。はい、電源が入りました。Maimoと出ています。で一番最初にですねシステム言語を設定する仕様になっていますので合わせたいと思います。はい、日本語ね対応しています。ではペアリング要求が出てきましたので、スマートフォンにインストールした Maimo のアプリとペアリングの方を完了させたいと思います。そしてしばらくね使った上でその使用感のレビューの方を行ってみたいと思いますので、また後ほどお会いしましょう。あれからですね2日ほど使い込んでみました。まず最初にね使って分かったことの1つ目なんですけども、それはこの文字盤に関してですね。今このお見せしている文字盤は
ここを見ていただきますと秒数表示が可能なものになっています。ちょっと秒数に関しては非常に小さいフォントになっているので見づらいかなという感じもしますけども、いくつかあるバリエーションの中でちゃんと秒数表示ができるものがあったのが良かったなと思います。この文字盤の他にもこういったものがあります。これも大きいフォントで秒数表示ができるようになっています。これめちゃめちゃ見やすいですね。ただ文字盤のね派手さっていうのはないんですけども、よく言えばねシンプルイズベストっていう感じにはなりますけど、これはすごく個人的な好みのインターフェースになっていました。そしてねこの文字盤見ていただきますと秒針がねリアルタイムに動いています。結構ねいい感じですよね。これは秒数表示ができませんが時計ですね、日付、そして各ヘルスケア系の数値がはっきりと一覧ねできるようになっているのもこれも良かったですね。この文字盤は真っ白なバックの壁紙になっていますけど、パッと見すごく綺麗ですよね。これ秒針もしっかり動いています。そういった中でこの文字盤が良かったのでしばらく使ってみました。その上でなんですけども、すごく使える文字盤が多かったなと思います。今お見せしたもの以外にもたくさんありますので、アプリの方でご確認いただければと思います。こちらがですね、マイモフィットっていうねアプリになります。文字盤の方がこのローカルって書いてありますけどね、プリインストールされた文字盤が今このように入っています。そしてこのオンラインというところを見ていただきますと、はい、このようにたくさん出てきました。一番上がスポーツと健康って書いてありますね。このソロタを開きますとこのようにサンプルのものが入っています。使えるもの結構ありそうですよね。これなんかすごいかっこいいなと思いました。またスチームパンクっていうところを開きますとこんな感じになっています。またアートっていうのもありますね。2つですね。そして楽しいって書いてありますね。こういうね楽しい感じのものが入っています。そして商業って書いてありますね。はい、こんな感じになっています。かっこいいの結構多いですよね。またクリエイティブスペースって書いてありますけど、この6つが入っています。全てお見せすることはできませんけども、このような感じでいろんな文字盤がたくさん入っていますので、なかなか使い勝手のいいサンプルが入っていると思いました。ですので有料のものっていうのはね一切ありませんけども、標準で準備されているものの中からおそらく気に入ったものが見つかるんじゃないかなと思います。では次の点ですけども、それはバッテリーの面になります。今これバッテリーの残量が 81% の残量になっています。賞味2日になりますね。丸々48時間というわけではありませんけども、まず1日目、初日木曜日ですね、10時半に満充電完了で 100% になっています。そしてですね、1日経った17日の金曜日の16時に 92% になっています。前日差は 8% ですね。そして6月18日土曜日の18時ですね、残量は 85% になっていて、前日差は 7% ということになります。でこの間にもちろんですけどもワークアウト1時間ほど毎日ウォーキングを行っていますし、そしてこちらの本体の中に入っている各種ヘルスケアですね、こちらですね、健康モニタリング系の機能に関しましてはほぼオンになっています。この心拍数のモニタリング30分ごとに1回ですね、血中酸素の飽和度、これも寝る時に有効にするを設定にしてあります。寝た後ですね30分ごとに1回ということになります。健康モニタリング系に関してはこのような設定になっておりました。その上で1日あたりだいたい 7% から 8% のバッテリーの消費っていうことはなかなか優秀だなと思います。だいたい10日から12日ぐらいの間でしょうか。そんな感じで持つんじゃないかなという感じになりますので、バッテリー持ちは優秀だなと思いました。次の点ですね、それはワークアウトのウォーキングのデータにはなりますが、なかなかデータがね優秀だったということになります。今表を出していますけどもご覧いただければと思います。これはとある日のデータになりますけども、屋外ウォーキングを5キロ行っています。3機種同時にテストをしておりまして、このマイモウォッチ R ですね、そして一番上にファーウェイバンド7、そしてミーバンド7になっています。この3機種どちらも GPS は入っていません。時間はだいたい1時間前後っていう感じですね。時間のねわずかな誤差っていうのはワークアウトをスタートする時のボタンの押し順番ですかね。そして終了する時も若干タイムロスがありますので、その誤差になります。で距離ですね、これ興味深いですね。一番上のファーウェイバンド7は 5.33 キロとなりました。これ GPS でこの同じ距離を測りますとほぼ5キロになりますので、若干ねファーウェイバンド7は多めのデータが出ています。そしてシャオミのミーバンド7は 4.24 キロと非常に少ない数字を出してきています。これ何回テストしても大体こんな感じなんですね。そして今回のマイモウォッチ R は 5.28 キロ
と若干多めのデータになっています。そして消費カロリーを見てみますと、ファーウェイバンド7は354、B バンド7は466、そして今回のマイモウォッチ R は240キロカロリーと非常に少ない数値になっています。おそらくその心拍数とかですね、歩数とかトータルでそのアルゴリズムで判断されていると思いますので、マイモウォッチ R に関しましては消費カロリーが少なめの数字が出るんじゃないかなという感じになっています。このあたりもね一つ参考になればと思います。そして最後に歩数の面になります。これは意外優秀でした。ファーウェイバンド7は6918、B バンド7は6867、そしてマイモウォッチ R は6827と結構3機種ですね僅差という感じになっています。で一番今までで正確だったんじゃないかなという歩数がファーウェイウォッチ GT ランナーというね GPS ありのスマートウォッチがあるんですが、今ちょっと手放してしまってもうないんですけどね、その数値が6899歩だったんですね。約6900歩になっていますので、ほぼ3機種ともねそれに比べたら僅差という感じになりますので、5キロも歩けばこれぐらいの誤差はあるのかなという感じはします。ですのでどれも優秀だなと思いました。ということでですね、ここまでしばらく使ってきて気づいたこと、検証してきたことについてご紹介しました。この後ねちょっと気になるなっていう点もありますので、その点をお伝えできればと思います。まずその1つ目になりますけど、先ほどねちらっと出ましたが SpO2 の測定に関しましては就寝時のみになります。24時間モニタリングではないということは注意点になります。どうやってね測定するかということなんですが、 SpO2 をモニターってありますね。ここタップすると今測定中になってますね。はい、97% と出てきましたので、なかなかいい数字になっています。これは今はねマニュアルで行いましたけど、この SpO2 の測定は就寝時のみになりますので、そのあたりご注意ください。しかもその設定をねオンにしておかないと動きませんのでご注意ということになります。もう一つねちょっと気になった点があります。それはですね、このように設定をここから開きます。そうしますとよく使うものに関しましてはすぐここに表示されますが、この振動強度ってありますけど、これバイブのことですね。バイブを開きますと高中低と出てきます。これは強さを表していますが、高一番強い状態にしますと振動が高周波になる感じですね。ですので意外と分かりづらくなっちゃうんですね。ですので私は今中にして使っています。中にすると少しねこう波が穏やかになるんですが分かりやすくなりました。低はさらに緩い波になる感じで、ただ分かりづらくなってしまったので個人的には中を使っています。ですのでなかなかねバイブの評価っていうのは難しいんですけどもね、一番高い状態にしたからといって腕で振動が伝わってくるっていうわけではありませんでしたので、そのあたりは好みの問題もありますが要注意ということになると思います。とはいえですね、いろんな機能を使ってみた上でなかなか良かったことも本当に多かったですね。例えばこの左側をこのようにスワイプしますと AI 機能が入っていまして、今私特に設定したわけではありませんがね、このような状況を今教えてくれます。面白いですよね。通知をしてきてくれる場合もありまして、なかなかいい機能だなと思います。そしてねバンドになりますけど、この標準のバンドが取り替え可能なものになっていまして 22mm 幅になりますので、市販のものを取り替えることもできます。で外すのもね結構簡単にここつまんでこういう風にねもうすぐ外れますのでね、そのあたりもいいんじゃないかなと思います。お好みのバンドを付け替えるっていうこともできるようになっています。というわけで今回 MIMO Watch R というね新しいスマートフォンをご紹介しました。製造元はセブンティーンメイですね、サファイアウォッチっていうね結構高機能の定評の高いウォッチを作った同じメーカーになります。この MIMO Watch R 気になったよっていう方は概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらの方をご覧いただければと思います。また6月27日から7月の1日までのサマーセールにて 45.99 ドルにて購入することができるようになっているということです。またですね、アリエクスプレス独自のクーポンも発行される可能性もありますので、それと相まって結構安く購入することもできるかもしれませんので、気になった方はぜひチェックされてください。ということで今回は以上となります。この動画が良かったという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。